どうもきみまろです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。先日今まで借りていた隣の部屋の隣、こちらの部屋を借りまして、今まで過ごしていた隣の部屋とこちらの部屋を2部屋ともね借りているという状況です。でこちらの部屋はもともとよくある木のフローリングだったんですが、この床をコンクリートっぽくしたいなと思いまして、フロアタイルを使ってこんな感じで DIY してみました。今貼り終えたところなんですが、めちゃめちゃかっこよくなりました。で今回初めてフロアタイルを使ってみたんですが、今回使ったタイルがもう接着剤不要で敷き詰めて置くだけで OK なので、とても簡単でした。本当にね、文字通り置くだけでこういう風に敷き詰められるタイルだったので、この後ねこちらの使い方を解説してみようと思います。お部屋の床を簡単にイメージチェンジしたい方の参考になったら嬉しいです。ではフロアタイルの使い方いってみましょう。どうぞ。今回選んだフロアタイルはこちらのクラテツフロアのグレーのタイプです。コンクリートっぽいやつですね。クラテツフロアのコンクリートっぽいやつは KOH311 ってやつと KOH312 っていうのがあるんですけど、濃い方の312の方を今回選びました。フロアタイルって結構検索すると色々出てきて、どれを使うかね悩むんですが、今回これを選んだポイントはね5つあります。まず接着剤が不要ということですね。普通のフローリングであれば置くだけで OK で、裏面にはねこういう風に滑り止めが、なみなみとしたねこう滑り止めがついているので、これをね敷き詰めていけば滑らないということですね。あと厚さもこういう感じで 4.5mm あるので、結構ねこれ重さもそこそこあります。結構重量はあるので、敷き詰めればねずれる心配もなしです。であと2つ目は現状回復のしやすさですね。この部屋も賃貸なので退去時のことを考えると、こういう風に置くだけのフロアタイルっていうのが重要になってくるんですけど、これは置くだけで大丈夫なので安心です。で3つ目のポイントはこのリアルな質感です。せっかく床をおしゃれにしたいのに安っぽく見えるタイルだと意味がないので、質感も購入前にねいろいろ調べてみたんですが、実際ね取り寄せてみないと分かんないものもあったので、今回これサンプルがなかったんですよね。サンプルがなかったのでどんな感じか分かんなかったんですけど、実際に届いてこう見て触ってみるとね、かなりリアルな質感でとても満足しています。これちょっと引っかえてみると分かりますが、こんな感じでちゃんとねデコボコしていて、ただプリントされてるだけという感じじゃなくて、ちゃんとねエンボスがついています。あとねこれ結構丈夫で、今みたいにねこう引っかいても全然ね傷がついたりもしません。全然傷つかないです。爪で引っかいたぐらいじゃ傷つかないんで、この上にね家具を置いたり、この上で家具の組み立てとかしてもね大丈夫そうです。残りの2つのポイントは作業をしながら紹介していきます。はい、ではね早速こちらを敷き詰めていきます。でこの端っこから順番に敷き詰めていくんですけど、この幅木の部分ですね、この下の木の部分、ここももともと茶色い木だったんですけど、今回ねコンクリートを敷き詰めるので、この壁の色と合わせた方がいいなと思いまして、マットホワイトのマスキングテープをこういう風にね貼っています。幅木に先にマステを貼っておくことで、フロアタイルを敷き詰めた時の壁際の仕上がりが綺麗になるので、こちらはね先に貼っておきました。早速フロアタイル敷いていきます。もう置くだけなんで合わせて置くだけ、もうこれで OK です。置いたらもう上からこう踏んでもずれないですよね。結構力入れてますけどずれない。こんな感じで簡単に置くことができます。これをどんどん敷いていきます。ここにも貼らせていただいていいですか？どうぞ。難しいのがこの角の部分ですね。ここがこういう風に
大きい L 字型になってるので、この形にタイルを切らなきゃいけないんですけど、測ってもいいんですけど、簡単なやり方があって、これね、タイル両方とも同じ大きさなので、こっちのタイルを切る、こっちのタイルを切ります。で、どう切るかっていうと、まずこれをもう1枚のタイルを壁にカチッと当てます。そうすると、この辺を切ります。この幅がここの幅になるわけですね。ここ被ってる部分が出るんですけど、被ってる部分がこの柱の部分になるので、こうやってここを切ります。で、あと一応ここの長さだけ切りすぎないようにします。一発で切れないんで、ちょっと当たりをつける形で切り込み入れてみます。はい、これを角に当てて、でここ切っていきます。一応60センチの定規使って、これ以上ね切らないように、ここまでだけ切るように60センチの定規でここまで切りますというふうにします。はい。で、こっちに切り込みが、縦の切り込み入りました。で、次はここに当たる部分を切るので、今切り込みを入れたタイルをここに合わせます。この元々あったタイルと並ぶように合わせます。で、またガイドとして別のタイルをここの壁につけて敷きます。で、そうするとここ切れば交差点に今切り込み入ってるんで、こう切り込みが入りますよね。で、切り込み入ったらここにこういう風にタイルを収めることができると。なのでここを切ります。はい。で、こんな感じで簡単にね切り込み入れると割れるので、割れると裏側がねこういう風にさっきの滑り止めついてるので、ここのところはね布みたいな感じなので切りやすいので、ここの割れたところに刃を直接ね入れていきます。切れました。で、ここが4つ目のポイントなんですけど、このね加工のしやすさですね。これが重要ですね。フロアタイルってこういう風にねカッターで簡単に切れるっていう風なものがね結構あるんですけど、商品ページとかにカッターで切れますと書いてあっても、実際はめちゃめちゃ力がいるとか、これね普通のカッターじゃ切れないようなものとかも結構あるようです。こちらをねレビューを見たり実際に使ってる人の動画なんかを見てね簡単に切れそうだったのでこちらを選びました。実際こんな感じでね大きめのカッターで簡単に切ることができます。とはいえね厚さはあるので1回ではこういう風に切れないんですけども、何回か刃を入れて、で裏側からこういう風にね刃を入れていけばこう簡単に切れました。めちゃめちゃ綺麗に切れましたよね。こちらも先ほどの角に並べていきます。はい、ぴったり収まりまして、めちゃめちゃ綺麗にはまりましたね。こんな感じで加工のしやすさっていうのもこのフロアタイルのポイントです。賃貸って完全にまっすぐねこう壁際がまっすぐになってるわけじゃないので、こんな感じでね敷き詰めていくと、ここ今よく見ると斜めに 3mm から始まって 5mm で終わるぐらいの隙間ができています。この隙間も同じように埋めていきます。で、やり方は基本簡単で、今ここ下に正方形のね全く刃を入れてないタイルがあるので、同じようにこの上にタイルを乗せて、ちゃんと上と下の辺を合わせて、でこっち側切ります。こっち側切って、ここの細い部分だけを使います。
こう切ります。基本は一緒。ゆっくり、今ね一番裏側の下地だけ切ってる感じですね。でもう一回、刃を入れていないまっすぐなタイルを入れて、ちゃんと敷き詰めて、でここの隙間にこの細いやつ、これを入れていきます。ぴったり入りました。ここ埋めたんですけど、めちゃめちゃ綺麗に埋まりましたね。はい、こんな感じでくまなく埋めていきます。あと最後5つ目のポイントですが、これです。こんな感じで、このフロアタイルはビニール素材なので水にも強いというところがね嬉しいです。僕はねこの部屋で植物も育てる予定なので、もしねこういう風に水をこぼしちゃった時とかでも、これだったらねさっと拭き取るだけなので手入れも簡単です。はい、そんなわけで今回こちらのフロアタイルを選んだ5つのポイントはこんな感じです。はい、敷き終わりました。めちゃめちゃコンクリートのいい感じのフロアになりましたね。これ素敵じゃないですか。はい、そういったわけで今日はこちらの新しく借りた部屋の床のイメージチェンジの模様をお送りしました。フロアタイルなんかを使って床の雰囲気を変えると部屋全体の印象がガラッと変わりますので、気になった方はねぜひ試してみていただけたらと思います。今回使ったフロアタイルは概要欄にリンクも貼っておきますのでチェックしてみてください。ちなみにかかった費用ですが、 6.4 畳のリビングと 1.5 畳のキッチンとあと廊下まで敷き詰めて総額はこれぐらいかかりました。参考にしていただけたらと思います。このチャンネルではこうしたインテリアに関する情報なんかもお届けしていますので、よろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。またね、ベルマークも押しておいていただけたら嬉しいです。もしこの動画が良かった、参考になったと思った方はぜひグッドボタンもよろしくお願いいたします。本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。いい感じになりましたね。寝てますね。